コンピューターのソフトウェアを作る会社に勤めてました。その頃は、朝8時40分に、出勤をしておりまして、仕事が終わるのが、午前3時、ぐらいになります。本来であれば午前5時半に仕事が終わるので、だいたい8時間超の残業ということになります。徹夜をして働いても、それが社会人として当たり前で、そういった生活が、およそ1年半から2年間くらい続きまして、最終的には病気になってしまったということです。その頃は、非常に精神的に追い詰められていまして、外の風景とかは全然、家の外の風景全然目に入らないんですね。季節はいつなのかとか、そういったことも全然わからないと。人を向いてずりずりと歩いていて、会社の席に着くともうパソコンしか見えないですね。周りの音も全然わからないし、周りの上司の声もすらも聞こえなくなってしまうと、上司から椅子を後ろからガツンと蹴られたことがありまして、それでハッとなったことがあります。それから病気のことがバレてしまうと、それを理由に解雇される恐れもある。なのでできるだけ病気のことは内緒にしておきたい。一度、正社員の仕事をなくしてしまうと、私の人生がもうめちゃめちゃになってしまうと思ったからです。正社員じゃないイコール、もう人生の道を転げ落ちてしまって非常に貧しい、底辺の仕事をするしかない。自分はこのままでは精神的に追い詰められて苦しくて死んでしまうのではないかと。加熱炉の設計のエンジニアでした。家族のために一生懸命働いたんやけどね、だからよく会社の人が人間コンピューターやとか言ってました、うちの夫のことをエンジニアだったんですけれども、会社の業績が良くないということで営業をさせられて、それがうまくいかずに、自分がそのうつ状態っていうこともあんまり認めたくない、性格的にそうやからね、プライドも高いし、会社に迷惑かけてすいません、もうすいません、ごめんなさい、もうすごかったです。何回も20回ぐらい。社会的に日本のやっぱり気質というか、うつ病とかいうと社会的に会社はじゃあそれをバックアップしてくれるかというと、逆にうつ病だったらすぐ休めとか、それから会社を辞める方向にされるというのが分かってるから言えないんじゃないでしょうかね。今思えば私も全然考えませんでしたね。2004年の2月の11日、9時34分でした。でまさか奈良へ行ってるって。やっぱりね、彼にとっても新婚当時いたところが一番良かったんかなって。
住んでた団地がちょうど見える場所で電車に飛び込みました。でもまだまだ偏見いっぱいありますから、ね、誰か犯人探しするんですよ、遺族の方は。なんで自殺したか。家庭の中で家庭内別居とか多いんですよ。語れる、遺族も語れる世の中にしていきたい。私も自殺って言えなかった。言うとなんていうかお父さんのその名誉も傷つけると思ったんですよ、最初に。嘘ついて過ごすということは、お父さんは一生懸命生きた、58年間一生懸命生きたと、仕事も一生懸命した、じゃあその事実を消すんかと、生きた証を私を消そうとしてるんじゃないかということに気づいたんです。気づかなかったからごめんねって言いたい。社員の存在は大きな企業に対してはこんなに小さいもの、本当に使い捨てものと思いました。家族にとってはかけがえない夫でした。残された家族が多重債務をそっくり抱えてしまったとか、たくさん問題抱えてると思うんですね。交通手段で亡くなった場合にはすごい賠償金がかかってくるじゃないですか。マンションから飛び降りた時にマンションの汚したことの弁償金とかも莫大なお金かかってくるじゃないですか。そんなふうに遺族が抱えてる問題で表面に出てるってことはもう氷山の一角なんですね。遺族年金もそちらの手配も遅れて、年明けの2月かと思ってました。会社側としてみれば退職金をその場できちんと払わなくてはいけないのに、その損害賠償があるので退職金は待ってくださいと。周りの支援がなかったり仕事がなかったりした場合にはもう1ヶ月と多分持たない家族さんが多いと思います。労働法違反をしたところがその罰則規定がほとんどないというのが実態なんです。命に関わる違反をしたところが闇に包まれているということで、やはりそういうところを明らかにしたいと。たとえ裁判に勝利しても息子は生きては帰ってきません。もしこのことで少しでも若者が命をなくすことがないように